の雑誌を手に入れました。イエーイ、めっちゃ楽しみだったそう、これね、まだね、みんな何か知らない人もいるかなと思うんだけど、先週の金曜日にプロデュースパンダがね、日本で初めて音楽雑誌の表紙を飾ったっていうことでね、記念すべき雑誌が発売されたんですよ。で、私さ、もうこれすごく嬉しくって、なんかこうね、めちゃくちゃ楽しみにしてたわけでさ、しかもさ、なんかこの雑誌のね、めちゃくちゃ良かった点は、なんと東京の新宿と渋谷店のタワーレコード限定で特典ポスターっていうのがついてたわけ。プロデュースパンダ大好きだからさ、この雑誌を買うためだけにさ、東京行っちゃうみたいなさ感じのノリだったんだけど、さすがにちょっとね JAL のさ値段を調べてみたらさ、いやちょっと片道ね1万8000円くらいだったらさ、ちょっと行くことができないなっていうことでね、友達にお願いしてこの雑誌っていうのをちょっと買ってきてもらいました。もうね、本当はねプロデュースパンダの大ファンの一人としてね、東京に行きたかったんだけど、本当にもう貧しい私を許してくださいごめんなさい。そうで、友達にね、その金曜日に実際にタワレコの渋谷店かなの方に行ってもらって、この雑誌と、そしてみんな大好きこの特典ポスターをいただきました。イエーイ、めっちゃ良くない？これ表紙になっている雑誌のプロデュースパンダ専用バージョンになっていて、めっちゃいいの。見て見て、やばくない？見て見て、もう見て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 、私の顔とかじゃなくても全然もうみんなの顔見て、やばくない？超いいの。これね、ちょっとプロデュースパンダだからさ、これでパンダのさロゴとかが入っていてさ、めっちゃいいよね。部屋に飾ろうと思ってね、早速今日届いてたので、速攻で100均に行ってこのねフレームを購入して、ちょっと実際に入れてみました。めっちゃ可愛い、最高じゃない？なんかさ、プロデュースパンダのファンになってから、かれこれ8ヶ月くらいかなるんだけども、まさかね日本の雑誌でさこうやってさ特集が組まれるようになって、で特典のポスターとかもさなんかもらえる日が来るなんてさ思ってもいなかったからさ、もうなんか本当になんかありがとうって感じ。プロデュースパンダみんな頑張ってくれてありがとう。日本のファンもねこんな感じでグッズをゲットするようになることができました。 Thank you、 ありがとうございます、シェシェって感じの気持ちがすごくいっぱいで、今日はねこのポスターをねちょっとここのこんな感じかなでみんなに見えるように飾って、この雑誌について話していこうかなと思います。私と一緒にコラボ動画をよく撮ってくれている、そういうゲイならもう一度会いたいという送迎の2人がインタビュアーとして、実際にねプロデュースパンダの子たちに質問したっていうよりかは、そのスタッフの方たちになんかメールとか何かオンライン的な感じの経由でこういろいろと質問したものっていうのが雑誌に載ってたりするのね。普段さ結構仲良くしてるさ子たちがさ、プロデュースパンダのお仕事に携わることができてるっていうのはさ、なんか私なんかすごくそれ嬉しかったし、なんか聞いた時めっちゃなんか喜んだからさ。そういえばさ、プロパンのさ、雑誌なんか出るみたいだよ。マジで？ツイッターで持ってきてたんだけど。嘘、雑誌？そう。どの雑誌？日本？ CD ジャーナルみたいなやつ？ CD ジャーナル？日本のなんか雑誌レビューみたいな感じで。すげえ。めっちゃいいね。楽しみ。なんかしかも特典でポスターもついてくるみたいで。やばい、欲しいね、間違った。やばい、欲しい。特典ポスター欲しい。そう、いいよね、欲しい。めっちゃいいじゃん。やばいわ。いつ発売？いつ発売だったかな。でもね、なんか確かね、インタビューでなんか、送迎さんの人、チャンネルの人たちが、なんか、インタビュー受けて、なんか、乗るみたいだよ、それも。送迎？自分とコラボしたやつ？そう。そう、なんか乗るみたいだよ。そうなんだ。なんかいいよね、なんかそういうインタビューがあってね。そういうなんかめっちゃそれも楽しみで。そうだね。なんか見てみたいかも。楽しみかも。本当にいいなと思います。送迎もねいい感じの仕事をしてくれてたなと思うので、ぜひ皆さん読んでみてください。めっちゃ可愛いね。ちょっとね中身は紹介することができないんだけども、ぜひ購入してみてください。で、今日は、このプロデュースパンダの雑誌も届いたし、ポスターも届いたことだから、いろいろとねプロデュースパンダの話をしていこうかなと思うんだけど、最近みんな Youth with You Season 3っていうのを見てる？この前プロデュースパンダの公式がね数ヶ月ぶりに新しい動画を YouTube で公開してたから、もう知ってる人も多いかなと思うんだけども、この数ヶ月間プロデュースパンダたちが、Youth with You っていう合宿型のアイドルオーディション番組に参加していて、ずっとね活動っていうのができていなかったわけで、このアイドルオーディション番組っていうのは基本的に何をするのかっていうと、なんか120人くらいのアイドル候補生たちを集めて、でその子たちをなんかいろんなグループに分けるのね。なんかこうボーカルのグループとかダンスのグループ、ラッパーのグループみたいな感じでグループに分けてパフォーマンスしてもらうみたいな。
でそのパフォーマンスによってランク付けをしていって、その中でねトップに上り詰めていくみたいな感じのアイドルオーディション番組なんだけど、そのアイドルオーディション番組がめちゃくちゃいいの。本当に一つのショーを完成させるためにダンスの練習をしてたりとか歌の練習をしてたりとか、その姿を見るとさ、なんかもっとプロデュースバンダのみんなとなんか近くなれたような気がするっていうか、もっと彼らのことをなんかよく知れたような気がして、本当にめちゃくちゃ良かったのね。でさ、やっぱさ、アイドルオーディション番組だから、いわゆるイケメンなわけよ。ノン系、ジャニーズ系っていうのかな、ジャニーズとかアイドル系のような、なんか容姿端麗っていうか、なんか手足も長くて、で顔もシュッとしていて目が大きくてとか、すごいセクシーな感じの人たちが多いんだけど、やっぱりね、その中でプロデュースバンダの5人っていうのはおじさんみたいな感じの見た目だから結構浮いてたりするんだけど、でやっぱ最初ね、アイドルオーディション番組を見てる人たちもさ、みたいな、なんかおじさんがいるわみたいな、誰この人みたいな、 SP じゃないのみたいな、本当にアイドルなのみたいな感じで、なんかすごく懐疑的だったりしたんだけども、プロデュースバンダーズいいじゃんみたいな、なんかオッタン好きとかディンディン好きみたいな感じでファンがめちゃくちゃ急上昇してるのよ。なんか私はこれ一ファンとしてめちゃくちゃすごく嬉しいんだよね。なんか中国の Weibo っていうツイッターがあったりするんだけども、だから最初の頃はさ、プロデュースパンダってさ、まだ無名だったから、私たちね、ゲイコミュニティがすごく人気だったけども、一般社会からしたらさ、全然無名な存在だったからさ、フォロワーとかもさ、大体数千人単位だったんだけど、このショーが始まってフォロワーがね、10万20万って言って増えていったわけ。プロデュースパンダっていうのはめちゃくちゃ活躍しています。なんかね、悲しいのはさ、なんか日本語字幕がないの。わかるわかる。この時に初めてね、日本って本当に小さい国なんだなみたいな感じでなんか思ったんだよね。なんかやっぱ英語とかベトナム語とかなんかね、他のさ言語の字幕はあるんだけど、やっぱ日本語字幕だけがなくて映像しか楽しめないみたいな感じになってるからさ、実際にどういうことが行われていたのかみたいなのがあまり分かってない人たちも多かったと思うので、ちょっとね、今日この動画でいろいろと説明しようかなと思って喋ってるんだけど、プロデュースバンダね、ほんとめちゃくちゃ頑張ってた。最初はさ、みんなさ和気あいあいと楽しそうにやってるんだけど、ショーがさどんどん進むにつれて、この120人いたさアイドル候補生たちがさ脱落しないといけない時が来るわけよ。でその脱落のねタイミングがだいたい先々週くらいかなだったわけ。プロデュースバンダーズだけじゃなくて、みんながもうたくさん歌の練習してダンスの練習してすごく努力してるのが分かるからさ、もうなんかもう私もさ、なんかプロデュースバンダーだけじゃなくていろんなさアイドルの子たちとかにさ感情移入しちゃって、もうなんか終始さ、なんかこんな感じでさ、なんかこうずっと番組見てるのみたいな、頑張ってほしいみたいな、この子なんか落としてほしくないみたいな、この子もっとランキング上に行ってほしいみたいな感じでさ、目が離せないみたいな感じで見ていました。でプロデュースバンダーズたちもさめちゃくちゃ頑張ったんだけども、キャストハスキーとミストセブンティーンは、脱落っていう形で、最初で脱落してしまいました。もうその時のねミスターセブンティーンの顔がさめちゃくちゃやばいことになってるわけ。もう本当になんかこう、これってドキュメンタリーなんだなみたいな、これってマジでガチなオーディションなんだなっていうのがすごく伝わった、表情で。なんかね、あれがやらせだったらさ、ミスターセブンティーンは相当な女優よマジで。本当になんかもうなんかこの世の終わりみたいな感じでさ、めちゃくちゃ頑張ったのにやっぱダメだったんだみたいな感じで、なんか目が死んでるみたいなさ、なんかそんな感じになってからさ、私もさミスターセブンティーンから頑張ってるよみたいな醜い顔になっちゃってて、もう本当にねやばかった。でそのね、もちろんキャスとかハスキーとかもさ、もうめちゃくちゃ泣いてるわけ、落ちちゃった時とかに。でディンちゃんとオッタはねギリギリ60位以内に入って滑り込んだんだけど、その時のさディンディンとオッタがさ、呼ばれた時のさその時の喜びとかもさ、やっぱ私はすごく大きくて、なんかディンちゃんがさもう呼ばれた時とかさみたいな感じで、なんかよかったみたいな感じで、もうなんか大泣きみたいな、そんな感じでずっと見てました。で特にディンちゃんもオッタもめちゃくちゃ泣きそうな顔してるわけ。本当によかったみたいな、努力が報われたみたいな感じで、だからもう本当にめちゃくちゃこの数週間はプロデュースバンダーズのことで頭がいっぱいだった日々だったかな。でこの Youth with You シーズン3でね、私がめちゃくちゃいいなと思ったのはさ、審査員の人にねクリスっていう人がいるんだけど、そのクリスがねめちゃくちゃなんかカマリティが高いわけ。私このカマリティって言葉をよく好んで使うんだけど、カマリティっていうのはおかまがめちゃくちゃ上げみたいな感じで気持ちになるような度数が高いっていう意味なんだけど、
ど、その一人の審査員がさカマリティがめっちゃ高いわけ。なんかこう日本だとさ結構女性っていうのはどちらかというとなんか愛されキャラだったりとか控えめな感じだったりするじゃない。やっぱ中国は違うなと思ったんだけど、そのクリス・リーって人めちゃくちゃなんか強そうなの。なんかね、私この前見たのさ肩パッドみたいなのが入った服とか着てさ、120人のさアイドル構成の前でさいろいろとなんかこう司会進行とかしてたりとかさ、なんか軍人かよみたいな格好をしてる時とかもあったりとかして、結構ねそのなんか美魔女みたいな、なんか強い女みたいな感じのさスタイルで現れてる審査員とかも結構カバリティが高かったりするので、これからねまだ USB シーズン3見始めるって方はぜひ見てみてください。めちゃくちゃ上げですでこの USB シーズン3の中でねメンバーそれぞれがさいろんなさパフォーマンスとやっていたから、それぞれちょっとピックアップしてね紹介していこうかなと思うんだけど、最初はディンディンかな。私のねフィアンセのディンディンから紹介していくんだけど、2ついいパフォーマンスがあって、1つは白い白馬の王子様みたいな感じの曲の時なんだけど、なんかねめちゃくちゃなんかこんな感じのダンスをしてるパフォーマンスがあったんだけど、もうその時のディンちゃんがめちゃくちゃ可愛いわけ。可愛いだけじゃなくてなんかまた面白い部分とかも結構あって、なんかねその中国のウィーボとかで結構話題になったらしいんだけど、ディンちゃんって100キロを超えるさ、結構大型なんだけど、めちゃくちゃ手足の細い華奢な子にさ飛び箱みたいにジャンプするみたいな、なんかそういう演出がそのパフォーマンスの中にあったわけで、その時のさクリップがさ切り取られて、なんかすごく中国のウィーボとかで拡散されてて、なんか100キロのやつがこんな華奢な男の子の上で飛び箱みたいなことしたら、なんかその男の子壊れちゃうみたいな感じで、しかもその男の子もさこんな感じでなんかこう背中を押さえるみたいな感じで「いてててて」みたいな感じのさ仕草とかをしてるのがあって、それがめちゃくちゃ良かった。りんちゃんのふくよかな魅力っていうのをさすごく活かせていたいいパフォーマンスだったかなと思います。でもあともう一つりんちゃんのさ荒廃した世界みたいな感じで、なんかフィーチャリングウォーキングデッドみたいな感じのさ世界観のさ曲のパフォーマンスがあったんだけど、それもめちゃくちゃ良かった。なんかりんちゃんがなんか黒のレザーのジャケットを着て顔とかがさ土とかで汚れてる感じのメイクをしてパフォーマンスしてたんだけど、それもねめちゃくちゃ可愛かった。私なんか画面に見てる時にさみたいな感じでさいつもさなんかこう叫んでたもんマジで。で次はオッターなんだけど、オッターはそのアイドル番組の中でその歌唱力がめちゃくちゃ評価されてる。他のアイドル候補生の間だけじゃなくて審査員からもオッターはめちゃくちゃいいねみたいな、すごいボーカルが来てるよみたいな感じでなんか称賛されていて、多分今このプロデュースバンダーズの中で一番期待がされているような状況になっています。特にねオッターが愛存在みたいな、愛は存在するみたいな感じで、日本語でも英語でも中国語でもさなんかこう基本的に歌ってる歌詞の内容って出るんだなみたいな感じで、マライア・キャリーかよみたいな感じで思ったんだけど、その愛存在という曲の中でさ、これちょっとこう高いね音域でなんかビブラートを聴かせるみたいな部分をさオッターが担当してるんだけど、その時にさもうなんか審査員のみんながさイエスみたいな感じでなんかこうめちゃくちゃ盛り上がっていて、私もさその歌唱力のさ凄さにさめちゃくちゃすごく感動したからさ、そのシーンがねめちゃくちゃオッターの中ではベストなシーンかなと思います。他のパフォーマンスの中でもねやっぱり安定して高音がすごく綺麗だし、とてもさ甘いロマンチックなさ声でさ歌い上げてるんでめちゃくちゃおすすめなのでぜひ見てください。でミスターセブンティーンもディンディンと同じように白い白馬の王子様みたいな曲の中でこういうなんかカニみたいな動きをするダンスなんだけど、その時のミスターセブンティーンがめちゃくちゃ可愛いんで見てください。あとディンディンとまたこれもディンディンと同じパフォーマンスだったんだけど、ミスターセブンティーンがめちゃくちゃワイルドな感じになってなんかこう踊ってたりするからさ、それもぜひ見てください。超可愛いからマジでおすすめです。でハスキーちゃんはねなんかね結構そのパフォーマンス以外のことがね面白かったかなパフォーマンスももちろんすごい良かったんだけど、なんか最初の頃ハスキーちゃんのなんか組んだグループっていうのがさなんかこう家庭内ファンみたいな感じでさなんかこう不穏な雰囲気が流れてたんで、結構なんか口論になることがあるみたいな感じで空気が悪いからさ、なんかオッターとかさ他のさメンバーのところにさ遊びに行ってさ適当に時間を潰すみたいな、なんかそういうようなシーンがあったりとか、なんか面白かった中国版の Weibo とかでもなんかこうハスキーがまた他のプロデュースバンダーズのところに会いに行ってチームから逃げてるみたいな、本当に多分ハスキーのチームってめちゃくちゃやばいんだと思うみたいな、それがね結構面白かった。この前さプロデュースバンダがさ公式で出していた動画でさ、ハスキーちゃん落ちちゃったっていうことでさもうめちゃくちゃさもう感極まってさもう涙を流すシーンがたくさんあるんだけど、もうそれを見た時にさもうみんなさもう大好きって気持ちになったと思うんだよね。やっぱ本当にハスキーちゃんもすごく頑張ったし、なんかでもそれでもやっぱり一歩届かなかったっていうことがあるからさ、自分にダンスを教えてくれた歌を教えてくれた先生方に対してなんか申し訳ないみたいな感じのなんかそういうなんかすごくいい子なんだなみたいな、すごくだから誠実な一面っていうのが見れることができてハスキーちゃんもねめちゃくちゃ良かったなと思います。で
みんな大好きキャスなんだけど、もうキャスはね安定してよかった。まあこんな感じかな。アイドルオーディション番組だからさ、結構実力主義っていうかさ、結構数字とかが出ちゃうから、やっぱ殺伐した雰囲気になりがちなのよ。やっぱり自分なんかダメなんだみたいな感じで、なんか自己嫌悪に陥っちゃう参加者とか結構いるんだけど、キャスはねいつでもね、なんかこう明るくみんなを励ましてくれるような、なんかそういうなんかこうムードメーカーみたいな感じの役割を果たしてくれていて、なんかすごくほんといいやつだなってこうなんか好きになっちゃったな。でね、相変わらずねこのアイドルオーディション番組でもなんか寒いギャグみたいなのをなんかみんなの前で連発して、なんかみんながなんかちょっとなんかみたいな感じで微妙な笑いをするみたいな、なんかそういうシーンとかもあったりして、キャストは結構安定していていいやつだなみたいな、面白いなって思いました。でキャストはねやっぱダンスも歌もこうね上手だからさ、ラッパーとしてねパフォーマンスすることが多かったんだけども、それもめちゃくちゃ良かった。特に私的にキャストはね英語の発音がすごく綺麗だから大好き。なんかかっこいいね。でキャストもねやっぱ残ってほしかったんだけど、なんかまあ落ちちゃったっていうことでね、私もキャストあんた頑張ってよって感じで、これからも引き続きキャストを応援していこうかなと思います。まあこんな感じかな。もう本当にもういいシーンがたくさんありすぎて、この動画だけで全部を説明することはできないから、ぜひ見てください。なんか英語字幕が読めるって方はね、そのYouthWithYou の公式アプリの方から、公式ウェブサイトじゃなくて公式アプリの方だったら会員登録をすることによって英語字幕で本編を見ることができるから、ぜひ見てみてください。YouthWithYou を見てプロデュースパンダがこの前出した3人が帰ってきたよという動画を見るとね、また強くね心を揺さぶられるっていうか、めちゃくちゃねイモーショナルな感じになっちゃうから、本当にYouthWithYou の本編を見てほしいなと思います。特にリンリンが多分お母さんらしき人物とさ、なんか久しぶりに再会した時にさ、でこれ最初はさ嬉しそうに久しぶりみたいな感じで笑顔でなんか抱きついてたんだけど、途中からやっぱディンディンがさ感極まっちゃってさ、もうなんかみたいな感じでなんかもう泣いてるわけ。さあみたいな感じで超セクシーみたいな、超可愛いとか思って、私も最高とか思ったからさ、もうぜひみんなにもねこの気持ちを感じてほしいので、本当に本編を見てください。何回言ったと思うんだけど本編を見てください。まあね、こんな感じで今日はね CD ジャーナルも届いたし、ポスターも届いたということで、プロデュースパンダのお話をしてきました。で、一つアナウンスがあります。このねプロデュースパンダの雑誌に実は読者プレゼントっていうのがあるんですよ。もう目がやばい感じになっちゃう。でなんとこの読者プレゼントの中に直筆サインの生写真が合計4名様に当たるっていうキャンペーンをやっているのね。でこの雑誌の中に1枚応募券がついていて、その応募券1枚につき1口応募できるっていうような感じになるから、まあ多分ねプロデュースパンダのファンの子たちはねこの雑誌 Amazon とか店頭とかでもう購入してると思うんで、ライブ配信をしようかなと考えています。来週か再来週にこのチェキに応募するための応募券を書くっていう、そういうライブ配信をしようかなと思います。なんとなくねプロデュースパンダのファンの子たちもさ、いろいろとね語りたいって気持ちでめちゃくちゃあると思うけど、ただ単に見てるだけだったらさね、やっぱこの湧き上がる思いっていうのさ誰かに伝えたくなるじゃない。だからそういうような感じでプロデュースパンダのファンの子たちが楽しめるような配信にしようかなと思ってるので、ぜひ見に来てください。なので総一先生と一緒にね応募はがき書きたいって方は、それまでにこの雑誌を購入して、ではがきを用意して準備万端でね待っていてください。お願いします。じゃあ今日はこんな感じかな。長くなっちゃったんだけど最後まで見てくれてありがとうございます。でこの動画が良かったとかね、そういう先生頑張ってほしいっていう方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価、そして SNS での拡散もよろしくお願いします。じゃあみんなまた見てね。バイバーイ。